大間が時フィルム様、突然のご連絡失礼いたします。少し変わった依頼になるのですが、どうしてもご相談したくご連絡差し上げました。実は父の他界に伴い、私が相続することになった古い一軒家があります。父も生前に相続していたようですが、長らく放置されていた不動産の一つのようで、家族の誰もその存在を知りませんでした。もともと父方の一族は田舎の地主で、いくつかの土地や建物を所有していたらしいのですが、その中の一つが今回の家です。築40年ほどの小さな家で、初めて自分の目で見たとき、人が住めるような状態ではないと思うほど荒れ果てていました。外観は草木に覆われ、まるで廃墟のようで、そこに自分の名義があること自体が信じられませんでした。一度掃除を兼ねて中を見に行ったのですが、室内はゴミが散乱し、誰かが勝手に出入りしている痕跡がありました。掃除をしていると、隣の部屋からコトッと乾いた物音が聞こえ、恐る恐る戸を開けると、そこには薄汚れた和室が広がっていました。畳は黒ずみ、空気はよどみきっており、誰もいないはずなのに嫌な気配が漂っていました。そしてその和室の真ん中に異様なものがあるのを発見しました。長い間そこにあったかのように畳の中央にポツンと鎮座しており、言葉にならない雰囲気を放っておりました。そして部屋の暗さに目が慣れてくると、部屋の隅に人がぼんやりと立っているのが見えたのです。私はとても驚き、恐怖のあまりその家から逃げ帰ってしまいました。後日、近隣や不動産関係者に確認したところ、この家は数十年前までは賃貸として人が住んでいたものの、いつの頃からか空き家となり、やがて地域の人々の記憶からも消えていったとのことでした。最後に誰が住んでいたのか、そしてなぜ放置されたままになったのか、その理由は分かっていません。さらに、信じがたいことではありますが、今では地元で知られた心霊スポットとなっているらしく、深夜に人の出入りを目撃したという住民の話もありました。自分が和室に見たものが本当にそれだったのか、それともただの悪質ないたずらだったのか、正直自信が持てません。もしそうなら、警察に連絡等、こちらでしかるべき対応を取らなければならないと考えています。また、部屋の隅に佇んでいるように見えた人影は何だったのか、自分だけではどうにも確かめることができず、どうか大間時様の目で、あの家で私が目にしたものが一体何なのかを確認していただきたいのです。突然のお願いで大変恐縮ですが、もしご興味を持っていただけましたら、ぜひご検討いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。お邪魔します。臭いな。めちゃくちゃ汚い。カビと、線香の匂いもしますね。狭い。まあでも誰かが過去ここで住んでいたことは明らか。ただ、かなり前のことっぽいですね。最近まで住んでいたというよりかは、ずいぶん前にやっぱり住んでいたが今は住んでいないといった状況だろう。こっちはトイレか。汚い。開かないな。開かない。ここは
浴室か。物は何もないですね、見ての通り。汚いな。まあ一回簡単に掃除はしたけれども、やっぱりそのまま放置されてしまっていて、この汚れはですね、なんというか、放置されていたがゆえの汚れですね。ゴキブリがいる。怖いな。汚いですね、風呂も。ただ浴槽の中はそんなに汚くないな。で、問題こっちだよな。相当狭い家。もしかしたら、なんというかもう誰かが住んでいたというよりかは、本当何かをここでしている、ここで何かをするためだけの部屋のようにも感じますが、問題はこの部屋だよね。ちょっと待って。髪の毛がすごい落ちてる。このドアノブにね、髪の毛がなんか絡みついてるわ。長い髪の毛が。気色悪い。でも依頼者の方が言っていたのはおそらくこっちの部屋だよね。掃除をしていると隣の部屋からコトッと乾いた物音が聞こえ、恐る恐る戸を開けると、そこには薄汚れた和室が広がっていました。そしてその和室の真ん中に異様なものがあるのを発見しました。これか。長い間そこにあったかのように畳の中央にポツンと鎮座しており、言葉にならない雰囲気を放っておりました。これはすごいね。この部屋すんごいですね。匂いがかなりきつい。なんというかカビの匂いかな、一番は。これは完全に骨壺だよね。誰が何のために置いていったのか、そして誰の遺骨なのかも全くわからないというね。ちょっとやだな。なんか変な感じですね。変な気配を感じるというか、人の気配感じます。普通にめっちゃ髪の毛落ちてるわ。わかるかな。すげえ長い髪の毛がいっぱい落ちてる。いたずらだったらね全然いいんだけど、冒頭でも説明があったか分かりませんが、これを中身を開けてみて、でもしね、骨壺の中に誰かしらのね骨であろうものが入っていたら、その時点でちょっと撮影は終了というかね、依頼者さんに戻します。依頼者さんの方でしかるべく対処するということなので、僕はこの中身が何であるかを確認するために来たということですね。ちょっとさすがに軍手するか。この髪の毛何？軍手します。不思議なのがですね、これ何にもないじゃないですか、物が。なのにゴキブリがね至る所にいるんですよ。
まだ生きてるゴキブリが。大抵こんな何にもない場所にはいないと思うんだけどな。まあいたずらであることになる。もうでも完全に骨壺ですね。でもどうしようかな。とりあえず取り出すか。出します。ちょっと待って、何回だろう。ちょっと何これ。ちょっと待って、気持ち悪すぎる。何が書いてある。母由美子67歳1月4日。改めてなんですけど、蓋をこれ今から開けてみて、骨が入ってたらおしまいです。終了。開けてみます。何も入ってないですね。空っぽだ。何も入ってない。何も入ってない。ちょっと一旦それだけ報告しとくか。僕がちょっとね、今見るにですね、今は何も入ってないんですけど、正直に言うと、もしかしたらもともと何か入ってたかもっていうような跡がありますね。ただ今は何も入ってない。意味がわからんな。ちょっと理解に苦しいんですけど、骨壺にこんな風にしないですよね、普通。いたずらにしてはちょっと悪質すぎる。誰がね、何のためにこれを置いていったのかも全く見当つかないし、そもそも一時期は不特定多数の人間がこの家に出入りしているような状況だったということなんで、もう見当もつかないですよね。本当に。もともと昔ここをね、人に貸し出してたっていう話ですけど、その住人が置いていったものなのか、ここに勝手に出入りしていたうちの誰かが置いていったものなのか全くわからないですけど、ただ不可解なのは、もしもともと住んでいた住人がこれを置いていったものだとして、他何も物ないわけじゃないですか。でこれだけ置いていったと。これだけはね、例えば処分に困ってとかで、その後不特定多数の人間が出入りしてるにしては、この状態でこんな残ってるかなっていうのはありますよね。だから考えうる可能性としては、その後不特定多数の人間が出入りする中で誰かが置いていった、もしくは不特定多数の人間じゃなかった可能性もあるかなっていうふうに思いますよね。というのは、もしかしたら特定の一人だけが出入りして、その人間がこれを置いたとか、あとは同じ意思を持った、例えばいたずら目的とかじゃなくて、一つの何か目的を持ってここに出入りしてる、数人の団体がいたのかなっていう。その場合はちょっと
まあ僕はね、許可を得て入ってるとはいえ、その団体とちょっと鉢合わせするっていうのは避けたいですけど。母由美子67歳1月4日。あとここにさ、ちょっと不可解なのが、ここにこう置かれてたんですよ。これがね、遺骨というか骨壺がなんでその置かれていた場所だけこんなに畳が傷んでるのか、削れてるのか。他は似たような痛みないんですよ。でも髪の毛がすごい落ちてるんですよね。それもちょっとね、意味わかんないことがすごいわ。女性の長い髪の毛がいっぱい落ちてて、なぜここだけこんな荒れてるのかっていうのもよくわからないし、この母由美子67歳1月4日っていうのは、この方の、例えばね、ちょっともうわかんないですけど、骨壺として置かれてたんだとしたら、これを勝手にここに置いてるのは、この名前の女性の方の子供だよね。母って書いてあるからね。ちょっと写真撮って一回依頼者の方にこの名前だとかに身に覚えがないかを確認します。足見だっけ。風窓開いてないけどね。これが閉まったことかな。びっくりした。しばらくちょっと待機するか。今の状況を依頼者さんに報告します。なんでこんなえぐれてんのかな。この上で毎日足踏みでもしてないとこうならないと思うんですけど、この上に骨壺があったっていうのもね、意味わからない。やっぱおかしいですよね。普通は不特定多数の人間がさ、心霊スポットみたいな状態でこの家に出入りしてるんだとしたら、もっと荒れてると思うんですよね。多少依頼者の方はなんていうかゴミの処分はしたっていうことですけど、普通そんなんじゃ済まないですね。皆さんも僕らの動画をさ、いつも見てると分かると思いますけど、とんでもない荒れ方をするわけじゃないですか。落書きだとかね、例えば代表的なもので言うと、だとか、破壊行為、いわゆる破壊行為ですとか、ゴミ散乱とか、ちょっと掃除しただけでは追いつかないような状況なんですけど、だから心霊スポットっていう風には地元では言われてるけど、別の理由で何か
侵入していた人物がいるんじゃないかっていうことを感じますよね。ちょっと待って、なんか物音すごいんですけど、何？なんか鳥の巣があるのか。まあ、ああいうね、こういう換気扇とかのところによく鳥がね、ツバメだとかが巣を作っちゃうってことはあるんですよね。まあでもなんかもしかしたら可能性としてはそう考えたいっていう風ですけど、霊的現象、さっきのさバタンって、まあでもここ閉まってたから違うのかもしれないですけど、まあ、物音系、いわゆるラップ音だとかっていうのが、例えばアパートとかだとウォーターハンマーって言ってね、水が急激に閉じられるとボトンって音がしたりとか、鳥が住んでると当然バサバサって音がしたりして、それを勘違いするっていうこともあり得る。そうであればいいが、コアちょっと開ける。うわ、これゴキブリの糞がすごいな。ゴキブリの糞だらけですね。臭い。ちょっと臭いな。排水の匂いがすごいわ。特には何もないな。こんなんだっけ。やば。ちょっとこれやばいな。ちょっとこれゾッとするわ。何これ。早くしね。これいたずらか。ちょっといたずらだよな、さすがに。これでね、多分隠れてたんだ。最初気づかなかったもん、これ。地獄行き。早くしね。多分これが落ちたんだ。これがこう隠した。うわ、これはでもちょっと立ちの悪い。これもだ。これ全部、おそらく全部、そうだね、全部早くしねって書いてある。なんでこれ12345 5個はなんか黒いテープで、両面テープみたいなもので隠されてるけど、なんか理由があるのかな。これもしかしたら10人分じゃないですか。地獄行き、恨んでる人間が10人いて、で地獄行きのリストみたいなで、12345人は終了したというかね、終わって、あと12345人残ってるみたいな。裏に名前とか書いてないよな。書いてないか。名前が書いてないのもまたなんかちょっと気持ち悪いですね。本当に藁人形みたいな。怖えな、これ。ちょっとこんなんやっててさ、こんなのやってる人間がいきなりガチャリつって入ってきたら死ぬんですけど、僕何度も言って申し訳ないですけど、苦手な方申し訳ないですけど、ゴキブリが生きてるっていう、やっぱりまだ何かここで出入りしてるからなのかなっていうのも思うんだよね。これさ、
ちょっと待って、はっきりよこれ。今絶対誰かいる。誰かいますか？まさにこのさ、ここで足踏みしてるような音だったよな。キシッ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 って。え？ちょっと待って、変わってるわ。骨壺変わってんだけど。あれ見間違えたか？ちょっと待って、写真撮ってるわ。ちょっと待って、本当に混乱するんだけど。あれ勘違いしてる？ちょっと待って、やばいこと起きてんだけど。骨壺変わってんだけど、違う人の名前書いてあるよ。触ってるうちにこの名前の上にもう一枚貼ってあったのかな。でもないよね。いや、そんなことありない。ないよないよないよ。ちょっと待って、やべえこと起きてんだけど。骨壺変わってるんですけど、違う人のやつに。僕が向こうに行ってる間に誰か入った？いや、ありえないね。絶対おかしい。落ちてないよね。うわっ、意味がわからん。意味がわからない。ちょっと今までで一番意味わからんかも。ちょっと待って、落ち着け。落ち着け、落ち着け。ちょっと待ってくださいね。裏に貼ってある。裏というか、ちょっとすいません、失礼します。両面に貼ってあるわ。すいません、ちょっと持ち上げます。あ、よかった、そこには何もない。なんでこれ向き変わってたん今。豊一、豊一、74歳。これ父だ、父って書いてある。父、豊一、74歳。6月20日。母、由美子、67歳、1月4日。の、シールが貼ってある、骨壺らしきものがあって、ただ、中には何も入っていない。中には何も入っていないが、多少汚れていて、もしかすると、
もともとは何か入っていたのかもしれないというような汚れはある。誰のものか、誰が置いたのかは不明で、ちょっと今気づいてしまったんですが、この黄色いシールちょっと覚えておいてほしいんですけど、ちょっと気持ち悪くなってきた。意味がわからなすぎて。これね、一緒ですよね。一緒。同じシール、同じだよね、これ。考えたくはありませんが、本当にこのうちの2枚がこれだったっていう、そんなイメージをしてしまうというか、ちょっと待って、髪の毛増えてない。こんな髪の毛落ちてたっけ。ちょっとわかんないな。どうしようかな。どうしよう。整理すると、状況はおかしい。で、何もわからない。謎が多すぎる。一体誰がこの骨壺をここに放置していたのかも謎だし、その人物とこの名前が書いてある人物の関係性も確定ではない、定かではないし、全てがいたずらの可能性も当然あると。心霊スポットっていう風に噂されてるからね。ただ心霊スポットって言われている割には不自然な状況。僕らも今まで心霊スポットと言われる一軒家だとかね、たくさん行ってきましたけれども、やっぱりどこもとんでもなく荒れていてですね、こんなようなある意味綺麗な状態ではなかったんですね。だからそれを考えると、何か意思を持った人間だけが出入りしていたとしか考えられない。で、その人間がこれを置いていったと推測します。で、これを見るに、もしかすると誰かに恨みを抱えていて、このようないたずらをした。ちょっと耳元でささやかれました。女性です。この髪の毛も、これを全部やった人間のものに感じてしまいますね。ここトイレ開かないのちょっと気味悪いな。鍵がかかっちゃってんのかな。なんかコインみたいなものがあれば。そうだね、これつまみが横にならないと開かないんだ。なんかカッターの刃っぽいものが落ちてたね。これで開けてみよう。あれ、これで赤くなったぞ。これで鍵かかったんだ。今開いてるはずなんだよね。開いた。すごい匂いだな。何もないか。ただのトイレ。ちょっとびっくりした。ゴキブリがすごい。和室の汚いトイレをちょっと予想したんだけど、普通の洋室。骨壺カチャンって骨壺の音だよね。
動いてないですね。マジで変な感覚。これはこういった撮影をね、特に事故物件系でしてるとよくあるんですけど、こういうことって起きるんですよ、本当に。こういうもう一般的にはというか常識的にはですね、考えられないようなことって起きるんですよね、こういった場では。もうこれ理屈じゃないんで説明しようがないけど、これ完全に動いてたじゃん。本当にこの世のものではない何らかの力がですね、この場ではありまして、でおそらくその、発生源となる存在もですね、確実にまだいるっていうことなんですよね。今この場に。こんな狭い家なんで、間違いなく今僕の近くに、そういった存在がいるといったことは間違いないと思います。ちょっと写真撮るか。これちょっと自分でこれライトをね、こういった風で置いといてなんですけど、これもうお墓に見えますね、この両親の。お墓なのか後ろ姿なのかって感じだな。これはちょっと気味が悪いね。潮がちょっと僕が行ったり来たりしてるせいかちょっと隠れちゃってる。これも撮るか。これやばいな。こんなとこか。じゃあちょっとしばらくここで定点カメラを設置して様子を見たいと思います。もう一回これ閉めて暗闇にしてみようか。ここも髪の毛すごいな。最後にそれだけやって終了。うわ、こうやって暗くするとやっぱりね、なんかこれちょっと見えにくいと思うんですけど、これがさっき早く死ねって書いてあった月明かりでね、ぼんやり見えるでしょ。僕肉眼ではちょっとね、もう暗くてあんまり見えてないんですけど、ぼんやりとうっすら残像うっすらとなんとなく
見えるっていう感じですね。今このスマホの画面でもほぼ真っ暗だとは思うんですけど、ああちょっと待って、またなんか聞こえるし、やっぱ開けると何もない。あれまたちょっと位置変わってる。変わってないか。よし、じゃあとりあえずこんなところで帰ります。ちょっともう十分だと思いますんで、とりあえず非常に不可解なことは起きまくってはいますが、遺骨はなかった、位牌はなかった。これがなんか墓標のようですよね。最後もう一回だけ確認するか。じゃあ行きます。ここで起きたことだとかをまとめて報告します。まあちょっとこの場所はもう完全に汚れ切ってしまっていて、どうこうできるレベルではないっていうのが率直な感想です。そのお祓いどうこうではないような気がしますので、それをそのままちょっと僕の感じたままをですね、報告したいと思います。じゃあこれで退散します。お疲れ様でした。後日、依頼者に今回の調査において見つかったものと起きた事象を報告した。すると、その結果驚くべき事実とある一つの仮説が生まれた。まず依頼者が親族経由にて得た情報によると、この家の最後の入居者はとある母子であるとのこと。そして骨壺に記されていた由美子という名前について、やはり依頼者には心当たりはなかったが、豊一という名前について依頼者には心当たりがあった。依頼者の叔父の名前が豊一である。そして豊一氏の享年死亡日は骨壺に記載された年齢日付と一致しているとのこと。しかし叔父豊一氏の妻の名前は由美子ではなく、すでに死亡しているものの享年死亡日も一致しないとのこと。にもかかわらず骨壺には父豊一、母由美子と明記されていた。以上の点から骨壺の記載内容は事実と一部が一致するものの、依頼者が把握している家族構成とは整合していないことが明らかになった。また状況を説明できる一つの仮説として、叔父豊一が由美子という人物の間に子を設けていた可能性が考えられる。その場合、骨壺をこの家に置いたのは子である可能性も否定できない。また依頼者は相続を受けるまでこの家の存在を誰も知らなかったと言っている。もし隠されていたとすれば、過去の入居者の存在がその背景に関係していた可能性がある。数十年前この家に母由美子とその娘が住んでいたという想定は少し飛躍した考えだろうか。この説の真偽はともかく、恨みの念を抱いている人物が存在する可能性については依頼者に十分注意するよう忠告した。